こんにちは、まいです。今回はよくコメントで質問されたベビー用品についてご紹介していきたいと思います。私たちは初めての子供だったので試行錯誤をしていました。そのため皆さんから質問を受けてもなかなか答えるのが難しかったところではあります。そこで生まれてから1歳を迎えるまでに私たちが実際に買って使ってみて本当に良かったと思ったアイテムをご紹介します。ぜひベビー用品を揃える際の参考にしてください。それでは行ってみましょう。一つ目はベビーベッドです。私はズーブリーのベビーベッドを使っていました。これは妹が今まで使った中で一番良いと太鼓判を押しておすすめしていたものです。もう使わないからと譲り受けたのですが、結果としてはボロボロになるまで使い倒すほど良かったです。軽くてキャスター付きなので寝室とリビングの移動がとっても楽でした。寝かしつけの時はキャスターを使って少し前後に揺らしてあげてバウンサーのように使っていました。うちの子はバウンサーでは寝ないのにこのゆらゆらでは結構スッと寝てくれました。ちなみにゆりかごモードや添い寝モードもあるのですが、こちらは我が家ではほとんど出番なしでした。頭側を少し高く角度をつけることもできるので、ミルクの吐き戻し予防にもなりました。下には収納スペースがあって、おむつやお風呂上がりに使うものをまとめておけば、全部ここで完結するのもすごく便利でした。次は哺乳瓶の消毒についてです。消毒方法には煮沸消毒、薬液消毒、電子レンジ消毒といろいろな種類があります。私は職場でも使い慣れていた薬液消毒を選んだのですが、その中でも特におすすめなのがピジョンの洗える除菌料ミルクポンダブルです。これを使えばミルクが終わった後の哺乳瓶をさっと水洗いしてそのままポンと入れるだけで済みます。すごく楽で本当に画期的だなと思いました。生後間もない頃は一度に多くのミルクが飲めないので一日中作ってるんじゃないかと思うくらい何度もミルクを作っていました。そうなると作るたびに哺乳瓶の洗浄・消毒が必要になります。それに加え夜中のミルクはもうとにかく眠くて哺乳瓶を洗うのもとてつもなくしんどく感じていたのですが、そんな時に水で流してポンと入れるだけで OK という手軽さはまさに救世主でした。ただ哺乳瓶の底が白っぽくなることがあるので、昼間はスポンジと洗剤で洗ってから消毒、夜やしんどい時は水で流してそのままポンと入れていました。消毒が不要になった時はこれから全部スポンジで洗うのかと名残惜しくすらありました。ちなみに哺乳瓶と乳首は何がいいかは赤ちゃんによって合う合わないがあるので、いろいろ試してみるしかないかなと思いました。うちの子の場合、いくつか試してうまく吸えない乳首もあったのですが、ピジョンの哺乳瓶と乳首が一番上手に吸えていました。3つ目はミルクです。ちょっと余談も含みますが、ミルクについてもご紹介します。生まれる前から母乳でもミルクでもどちらでも対応できるように準備を進めていました。ただ、このミルクって種類がすごく多くて、どれを買えばいいのと悩んでいたんです。そんな時、妹が生まれたら産院で使っているミルクを聞いて、最初は同じものを買ったらいいよとアドバイスをくれました。確かに産院ですでに飲めていれば、家に帰ってきても安心して同じものをあげられるなと思い、産院と同じものを購入しました。その後、少しずついろんなミルクを試していき、我が家ではハイハイに落ち着きました。この他に外出や旅行、災害に備えて明治微笑みの楽々キューブも常備していました。缶タイプもあって外出時すごく便利でいいなと思ったのですが、赤ちゃんにも好みがあるようで、うちの子は缶タイプはあまり飲んでくれませんでした。いざという時に飲んでくれないと困らないように前もって試しておくのがおすすめです。4つ目はお尻拭きです。薄手や厚手いろいろ試してみたのですが、一番コスパが良いと感じたのは
カインズの水分たっぷり水 99.9% 赤ちゃんお尻拭き大判厚手です。今もずっとリピートして使っています。厚手でとっても丈夫なので、拭くときに伸びたり形が崩れにくく、使いやすいのが嬉しいポイントです。大きさはこのくらいです。私はおむつを替える前に四つ折りにして準備しておきます。まず表面で拭いて、内側に折りたたんで仕上げ拭きをするように使っています。お通じの時も緩すぎなければ1枚で済んでしまうことも多いです。3個セットで売っているので、ストック量も収納スペースに合わせて調整しやすく、我が家では切らさないように常備しています。5つ目はお尻拭きケースです。私は無印良品の広口で取り出しやすいウェットティッシュケースをお尻拭きケースとしてずっと愛用しています。ワンアクションで開閉できるので、片手が塞がっているおむつ替えの時もすごく楽です。閉める時も押し込む必要がなくてスッと閉まります。すごくシンプルなデザインでお尻拭きが乾燥することもないので、未だに使い続けています。6つ目はベビーバスです。これは使う期間も短いし、なくても洗面所で洗えるかなと思っていたので、買うかどうかすごく迷ったアイテムでした。そんな時、実家にあったベビーバスをお母さんが持ってきてくれて、せっかくだし使ってみようかなと思って使っていたのが、エイワの新生児用ベビーバスでした。キッチンのシンクにすっぽり収まって、結果的に新生児期は毎日このベビーバスにお世話になりました。その後、一緒にお風呂に入れるようになって、お座りができるようになるぐらいまで使っていたのが、リッチェルのひんやりしないお風呂マットです。寝かせたまま両手が使えるので、一人でお風呂に入れる時も安心でした。軽くてすぐ乾き、処分する時も簡単にカッターで小さく切れるのでとても楽でした。お座りができるようになったらベビーバス自体を使わなくなったので、使った期間は短かったのですが、あってよかったと思えたアイテムです。7つ目は保湿剤です。赤ちゃんも使えると書かれた商品でも赤くなってしまい合わないこともあって、皮膚ケアはいろいろ悩んできました。そんな中、保湿剤でおすすめしたいのはキュレルのローションです。伸びがよくスッと馴染んでしっかり保湿してくれるのと、410ml の大容量でポンプ式という使いやすさもあり、ずっと使い続けています。ミニボトルがついてくることもあり、旅行の時にも便利でした。口周りやお尻などはプロペトを塗っておくと皮膚保護になり荒れにくいので、今でも重宝しています。ちなみに妊娠中に使っていておすすめの保湿剤はママ&キッズのナチュラルマーククリームです。毎日お風呂上がりに欠かさずお腹に塗っていたのですが、無香料で座り中でも使いやすく、妊娠線に悩まされることもありませんでした。8つ目は鼻水器です。鼻水器は電動と手動があるのですが、私が選んだのは手動タイプでテスのチボジです。これは友人から勧められて購入したアイテムです。生まれてすぐは使う機会がなく、これいらなかったかなと思っていたのですが、生後半年を過ぎた頃に風邪をひくようになってから大活躍しています。軽くて持ち運びもしやすく、収納スペースを取らずに使わないときは袋に入れて簡単にしまうこともできます。うちの子はなぜか嫌がらずにおとなしく座れています。しっかり吸えるのでやる側も爽快感があります。これは今でも鼻風邪の時は欠かせないアイテムになっています。9つ目はスワドルアップです。赤ちゃんが寝やすくなると聞いて購入してみたのですが、我が家では寝る前のルーティン作りにすごく役立ちました。ミルクを飲んでおむつを替えて、スワドルアップに着替えて電気を消すというこの一連の流れが寝る前の儀式という感じになっていました。いくつか試してみた中で一番コスパが良かったのがアイクルシーのスワドルです。薄手で少しゆとりのあるサイズ感なので、
赤ちゃんも窮屈そうにせず快適そうだったのと、お手頃価格なので洗い替えを何枚か揃えるのにもぴったりだと思います。私は自己責任で洗濯乾燥機にかけていましたが、サイズ感がほとんど変わらず、日々のお手入れもとても楽でした。10個目はハーフハンカチです。ガーゼ代わりに使っていたのが無印良品のハーフハンカチです。サイズ感がちょうどよく、口元を拭いたり、ちょっとしたよだれや汗をさっと拭くのにもとても便利でした。ガーゼよりも厚みがあってしっかりしているので、繰り返し洗ってもへたりにくく、結果的にコスパも良かったアイテムです。今は子供用のハンカチとして外出の際に持ち歩いています。11個目はプレイマットです。使っているのはパークロンのプレイマットです。もちもちした柔らかい食感で、私もついここでよく寝そべってしまうほど心地よいマットです。汚れてしまってもさっと拭き取れるので、お手入れも楽ちんです。しかもリバーシブルで柄が違うので、お部屋の雰囲気に合わせやすく、インテリアにも馴染むのがお気に入りのポイントです。かなりガシガシ使っている方だと思うのですが、へこみ跡が残ることもへたれることもなく、丈夫で長持ちしています。12個目はベビーヘルメットです。捕まり立ちができるようになってから購入したのが、サロンサのごっつん防止ヘルメットコロバンビです。バランスを崩した時に後ろに勢いよく倒れていくので、その度にドキッ、ヒヤッとする瞬間がありました。四六時中ぴったり後をついて回ることは難しいので、ヘルメットで頭を守ってくれる安心感はとても大きかったです。このヘルメットには角がついていて、つけている姿がとても可愛いのもお気に入りのポイントでした。13個目はプレイヤードです。ベビーベッドを手放したタイミングで購入したのが、今も使っているアイリスプラザのプレイヤードです。キッチンで火を使っている時や、どうしても手が離せない時に安心して見守れるスペースがあるのはとても心強かったです。捕まり立ちができるようになった頃に一時期お昼寝にも使っていたので、マットも敷いてあります。敷いているのはハッシュクードのベビー小型綿敷布団とアンドゥードゥの防水キルトパッドです。厚みがしっかりあり、プレイヤードにもぴったりはまる大きさです。敷きパッドも防水なので、汚してしまっても敷布団まで染み込むこともなく助かっています。14個目はコンセントカバーです。私たちの住んでいるお部屋はコンセントがほとんど高い位置に設置されているのですが、ここだけは足元にあります。この隙間に物を突っ込んだりするようになると思ったので、リッチェルのコンセントフルカバーをつけています。子供が開けてしまうこともなく、コンセントでヒヤヒヤすることもないのでとても助かっています。最後は母子手帳ケースです。使っているのは無印良品の母子手帳ケースです。母子手帳だけでなく、診察券やマイナンバーカードなど、病院に行くときに必要なものをひとまとめに収納できるケースも付属でついてくるので、使い勝手が良くて助かっています。子供の女性受給券はボロボロになりやすいので、私は100均のクリアケースに入れて保護しています。こうしてひとまとめで整理しておくと、病院の受付でも慌てることがなく、スムーズに取り出せて助かっています。はい、以上がミニマリストが本当に買ってよかったベビー用品でした。もちろんご紹介したもの以外にも使用したベビー用品はたくさんありますが、今回はえりすぐりのものに限定しました。生まれてから1歳を迎えるまでは右も左もわからず、ものすごく不安でしょうがなかったのですが、私自身がお母さんや妹たち、周りの先輩ママさんにいろいろ教えてもらいながら、なんとか踏ん張れた時期だったなと思います。お子さんによって合う合わないもあるかと思いますが、ご紹介した商品がベビー用品選びのお役に立てれば嬉しいです。皆さんのおすすめもあればぜひコメントしてください。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。
最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。